リズム感ってね、皆さん悩むと思うんですよ。で、私もね、結構20歳頃は先生にね、大戸三輪のリズム感だね、どういう意味ですかって言ったら、ガタガタって意味で。河野君、ディスコ行ったことはいい？ディスコ行ったことないですよ。うん、だってノリが悪いもんって。楽器を演奏する人のリズム感って、やっぱり体で感じるリズムが、この波動が楽器に伝わる。楽器でね、テンポを取るんじゃなくて、自分の中から出てくるリズムを演奏するっていう感じでしょうかね。じゃあちょっとね、3つ今日お話ししたいと思います。やっぱりリズム感を身につけるっていうのは、やっぱり上手い人の演奏を聞きに行くってことですね。で、それは YouTube でもいいと思います。今ね、いろいろライブハウスに行けないっていう事情はあると思うので。で、やっぱりね、上手い人の演奏を聞くとね、で、いろんな人聞くんです。で、それはYouTube とかで昔のすごい人の演奏とか、その一人の人じゃなくていろんな人の演奏を聞くと、フィーリングって一つの回じゃないってことが分かってくるんですよ。で、いろんな人のノリで自分が好きな人のノリの演奏の人を真似てみればいいと思います。で、ライブに行ってね、演奏の録画とか録音はダメですよ。でね、演奏のね、録音をしちゃうと、録音して安心しちゃって、で、分かったような気になっちゃうんですよ。録音できたとしても、録音したって安心感から頭に残んないんですよ。録音しないでライブを聞くっていうことは真剣に聞くじゃないですか。そうするとやっぱりその時の雰囲気とか音の臨場感っていうのは頭の中に残るんですよね。ライブはね、録音しないで聞いた方がいいですよ。いや、しちゃダメなんですけども、録音はしないで聞いた方がいい。真剣に一回きりやと思ってね。で、どうしてもライブに行けないっていう場合は、やっぱり YouTube とかでね、聞くっていうのも全然いいと思います。ライブ行った時にね、僕はピアノなんですけど、僕結構ね、ドラムの後ろで聞くのが好きなんですよ。ライブハウスとかで、よくね、ピアノとかドラムの後ろに席がある場合にはね、そこの後ろに行って、自分と違う楽器の後ろに行って、そのフィーリングを感じてみるっていうのは面白いと思います。僕はピアノですけれども、このドラムの後ろによく席を取ってね、ドラムの人のフィーリングってね、一人一人違うんですよ。ジャストなタイミングよりちょっと遅れてる人もいれば、ジャストで叩く人もいたりですね、本当にいろいろ違いますから、その演奏者の後ろで聞くっていうのはとても面白いと思います。できたらね、ライブハウス行った時にね、演奏終わってね、すぐ帰るのってつまんないですよ。やっぱり終わった後にその演奏者と会話できる場面ってあるじゃないですか。で、その時にですね、ちょっとでもいいからね、素晴らしかったですっていうから始まって会話してみてね、僕なんかね、どうしてあの時ああいうふうにやったんですかねってね、聞いたりしてね、結構答えて教えてくれたりするもんなんですよね。そういうのはあるかもしれませんし、会話するとね、本には載ってないね、いろいろなことを教えてくれます。だからミュージシャンと仲良くなってね、でもしかして一緒に演奏させてくれるかもしれないんですよ。それってすっごい貴重で、僕がね5年間ぐらいずっとライブ通った時に貴重な思い出です。本に載ってないんですよね。載ってないんですよ。で、本見ても分かんないんですよ。そういうふうなフィーリングとかを体験した直後にそのいろいろミュージシャンと話できて、その一緒に演奏させてもらっても、そのセットでフィーリングがね体に染みつく、そういうのをね、もうほんと年間何回やったろうな、そこで覚えましたね、フィーリングっていうのはね。で、海外の方のフィーリング、ヨーロッパの方、アメリカまたねフィーリング違うんですよ。ハーモニーも違いますし、リズムのフィーリングも違うんで、ぜひねライブハウスに行けたら行ってそこで学ぶっていうのがね、一番楽しんでいろいろ会話するっていうのが一番近道だと思います。ただ今いろんな状況があってライブハウス行けないことも多いじゃないですか。だからそういう時にはもう YouTube でね、今いろいろな素晴らしい人の演奏がありますから、そこでいろいろ演奏を聞いてみるっていうのが一番いいと思います。できたらね、本に載ってるものを弾くんじゃなくて、そのフィーリングも含めて自分で良かったなと思うとこメモしておくと。
でそこがメモがね、僕もねこうやってねいろんな人に会った思い出とかね、これ中身は見せられませんけどいろいろメモしたことをねずっとね書いて、それ時々見返してたんですね。自分が感じたことで、他の人の演奏が良かったと思う、それでも見ねあるジャズクリニックがあってね、大きく捉えるとか休符を大事にするっていうのはそこで教えてもらったことですね。あとは違う楽器をやってみるという、これも今言ったことじゃないですか。あとねやっぱりいろいろ塊で弾くとかね、そういうことを教えてもらいました、ね、こうやってカウントの取り方とかね、回してこうやって弾くやるとか、こういうのは今日は、細かいことは今回はあれとしてでね、昔は iTunes とかで音楽しか聴けなかった、今 YouTube で本当にいっぱいありますから、私もね YouTube に合わせて演奏してみたりね、いろんな会ったことない人のね YouTube 本当にね活用するといいと思いますよ。2番目はね、体でリズムを取りながら聴くってことなんですよ。ただぼーっと聴いてんじゃなくて、皆さん多分やってるんじゃないかと思いますけどね、こんなことしなくていいから、なんか体のどっか使ってねこうやってやったりね。でウォークマンの使い方っていうかね、時間に制限なく聴けるっていいんですけど、ウォークマンのリズムに合わせて体を動かさないとリズム感が悪くなりますよって話です。でこれもね先生に言われたんだけど、リズム、この鳴ってるリズムと無関係に歩いたりするとリズム感悪くなるよと。こういうね聞いた音に合わせて体を動かすっていうのは結構リズム感で大事なことなんですよね。無関係に体を動かさずにリズム聞いたものはちゃんと体で動かすとリズム感良くなると思います。さあじゃあ最後メトロノーム、私の練習姿勢どうぞどうぞ。さあ練習室ね、私の練習室にリズムマシンってないんですよ。リズムマシンを使ってしまうと、リズムマシンって結構今ノリがいいですから、合わせて演奏するとあたかも自分がリズムができているように感じてしまうんで、そこはリズムマシンを使わずに3つメトロノームちょっと撮影のために用意しておきましたけど、ちゃんと映るかな。これも40年前かな、高校の時に先輩から売ってもらったりメトロノームですよ。面白いでしょこれ。ね、こういうふうにね音を出すね。やっぱりねメトロノームは電子式の場合やっぱりダイヤルが使いやすいですね。でちょっとこうやって変更できるじゃないですか。ね。普通メトロノームっていうのはね、例えば123ってやるじゃないですか。ね。でこれハノンだと1拍で4つ入れますから。って練習するじゃないですか。ジャズの場合は2拍4拍でね入れるとねハイハットみたいな感じで使うことができるんですよ。1、2、3、4ちょっとあんまり演奏うまくないですけどこれ24でね入れると練習なんですよね。こうやって24でねアフタービートでハノンやってみるっていうのだからね、練習って毎回ね工夫して変えるってこと大事なんですよ。手癖とかね慣れてそれ練習になってないんですよね。毎回ちょっといつもやることとちょっと今回変えることっていうのをね半分ずつぐらいしてやると頭がねこうリフレッシュされていい感じになるので、練習は工夫してみてくださいね。で今こういう特殊なメトロノーム売ってないですからね、今ね一番いいっていうか僕はよく現場で使ってるのがこれです。これね、成功いいかね、こういう感じでね、こんな感じでね、これね音がねすぐパッて消えるので、
特に曲のリハーサルの時とかこの光でねテンポを感じるとかそういう使い方ができるので、これはもう35年ぐらい使ってるのかな、もうこれ本当にでテンポがすぐ、ね、変更できるから、これ1個持っておくと便利です。そんなに高くないですしね。でやっぱり電子音ってやっぱり電子音なんですよ、当たり前だけどね。でねやっぱりねこのねウッドのねな感じでね、基本練習の時にはねこのウッドの響く感じのアコースティックなメトロノーム、これよく使ってます。これも可愛いんだよね。でスタートストップをちゃんと制御したい時にはもう今無料のアプリっていっぱいあるじゃないですか。これねテンポっていうアプリですけど、これもね可愛いですけどね。これは例えばテンポを指定してすぐ鳴らしたい時とかねこうに使っています。ね、メトロノームも結構ねこういうふうな方式によっていろいろ使い方って実はあるので、いろいろ試してみてください。で最後一つマイナスワンって出てるじゃない。これ今昔からね素晴らしいマイナスワンがいっぱいあるんですけどね、これ I love you 例えば、こうやってねいろいろ歴代の人をねキース・ジャレットとかあとイリアナさんとかね、もう素晴らしい編曲がいっぱいあるんですけど、ハービー・ハンコック結構好きなんですけどねこれねうるさいうるさいうるさい。でマイナスワンはね例えばこういうのあるんですよね。ちょっと音聞こえないかもしれないからね。でこうやって曲をね覚えるのには非常にいいツールなんですよ。で曲の雰囲気を分かる。これ結構ですねアッチェレランドしてだんだん最初のテンポより速くなる、それは自然な流れなのかもしれないですけど、毎回この練習をしてると自分にその癖が染みついてしまうので、マイナスワンはね使いようで曲の雰囲気とか曲を覚えるのには使っていいと思いますけど、普段の練習に使いすぎると自分がそういうアッチェレランドするとか速くなる、テンポを速くしてしまうって癖がつくようになってしまうので、使い方には気をつけるといいと思います。やっぱりねメロディーをねこう I love you はあったじゃん今ね。これアフタービートで2、3、2、2、1、2、3、ね、ペダルは使わずにね音の形をきちんと意識してメロディーだけ弾いてみる、そこから始めますよね。やっぱり練習はね、練習はワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、みたいにこれがちゃんと弾けるようになって、それで時々マイナスをやるのはいいんじゃないですか。はい。ね、でこういうふうに工夫して慣れすぎないね、メロディーはきちんと弾けるようになってっていうのが一番大事ですからね。大事ですよ。ちょっとすみません、演奏はこれなかなか練習してなかった曲なんでヘボで申し訳ないんですけどね。ということなんですよ。聴く習慣で演奏する時のやっぱり基本練習があって、自分のイメージするリズムとかがちゃんと鍵盤に伝わるように基本練習を練習すると、基本練習をきちんとすると。でそこの2つが相まってでリズム感のいい演奏っていうのができるようになると思うので、一緒に頑張っていきましょう。今日はそんな感じかな。リズム感と習慣についてなんか硬いなじゃあね、じゃあ練習するからもうそろそろじゃあね。
ナスワン使っちゃった。久しぶりだマイナスワン。ちょっと今日はヘボだね。頑張りましょうね。じゃあね間違えただけ。じゃあね。じゃあね。じゃあ自分の録音をきちんとしてくださいね。なんだってね。はい、じゃあね。